いつもご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは静岡県東部をメインに伊豆半島のグルメや旅の情報を配信しています。あなたが静岡県東部に来た時や伊豆半島に行く際の参考になればと思い動画を作成しております。今後もいろいろな情報を配信していきますので、少しでも気に入っていただけたのであればチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて今回は民宿ではなく旅館に行きたいと思います。目的地は西伊豆の堂ヶ島乳銀水さんです。どこかで聞いたことある BGM を交えながらできる限り細かくナレーションしていきたいと思います。また最後のエンディングでは私竹千代の漫画風写真なども載せてますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。早速ですが乳銀水さんに向かう途中で最高に景色のいいポイントを発見したのでいきなり寄り道をしました。この景色どうでしょうか。海と山と青空に富士山。静岡県民で普段から富士山を見慣れてるはずなのに何度見ても飽きないから不思議です。動画に続いていい写真も1枚撮ることができました。少し進んだところでまた良いポイントに出会えたので動画を撮りました。今回乳銀水さんを選んだ理由としては、最高の夕日といえば西伊豆ということで、乳銀水さんはロビーから最高の夕日と景色が見れるらしいので、その最高の景色を動画に収めて美しい映像をぜひ皆様と共有したいと思い、西伊豆の旅館を選びました。あまり寄り道ばかりしていると旅館での最高の景色を撮り逃しそうなので、この先はノンストップで旅館を目指します。と言ってる矢先に西伊豆の堂ヶ島乳銀水さんに到着しました。夕日に間に合って一安心しました。夕日の他にも館内施設、お部屋の様子や夕食、朝食と楽しみが多くてワクワクします。立派な外観です。さすが老舗旅館といった貫禄があります。今回は民宿にはない館内巡りなどを思いっきり楽しみたいと思います。では行ってみましょう。お世話になります。館内はとても広くきれいで、くつろげるスペースも多いです。それでは受付を済ましちゃいます。受付も無事完了しました。そういえば言い忘れてましたが、今回の動画は12月上旬に行ったものなので若干季節感がずれていることをご了承ください。それでは館内を少しずつ紹介していきます。まずはエントランスの噴水です。水の音と流れを見ているだけで癒されます。館内ポップに海が割れ道が開けると書いてあります。モーゼになった気分を味わえそうです。続いてはこちら。今日はこれを見に来たと言っても過言ではないです。黄金絶景、ぜひとも撮ってみたいもんです。また期間限定のイベントを開催しており、ラウンジのフリードリンクコーナーに時間で生ビールの無料提供が追加されているのと、夕日が見れなかった時は滞在時に利用できる1000円券がもらえるとのこと。ビールは最高すぎでしょう。いきなりラウンジに来たかったのですが、とりあえず部屋に荷物を置きに来ました。せっかくなのでまずは部屋から見える景色を紹介しておきます。絶景とはこういうことを言うんでしょうね。ただ若干ですが雲行きが怪しくなってきました。水平線のあたりの雲が厚いんですよね。黄金絶景が見れることに期待します。続いてお部屋の中を紹介していきます。まずは洗面台です。温泉に行く時に持っていくタオルはここにあります。続いてはお風呂です。温泉には 2,3 度入りましたが部屋のお風呂は使用しませんでした。当然部屋にトイレはついております。あとは小さい冷蔵庫とポット、その他お茶などがあります。またテーブルにはお付き菓子があります。お付き菓子には旅の疲れを癒すためだったり、温泉での立ちくらみや失神など危険を回避する効果があるとのことです。あとは7階ラウンジでの無料ドリンクコーナーや自販機でのアルコール販売の案内があります。続いてはお部屋の案内です。
あとは大浴場、露天風呂の案内とアミューズメント、アクティビティ、売店の案内、食事の時に追加注文できる料理などの案内があります。金目鯛の料理以外にも伊勢海老やアワビ、下田 S 級サザエ、足高牛のステーキやカニなどの料理もあります。ということで、お部屋の案内はこの辺にして、まず最初の楽しみである最高の夕日を見に行きたいと思います。喫煙所はエレベーター近くの通路脇にありました。7階に到着です。7階にはフロントの他にお土産コーナーやフリードリンクのラウンジがあります。また季節に応じた装飾などにも力を入れているように感じました。フリードリンクのあるラウンジに到着です。結構早めに来たつもりでしたが、意外と先客が多かったため、飲み物は後回しにして急いで窓際の席を確保したいと思います。なんとか窓際の席をゲットしました。また部屋から見える景色とは違う最高の眺めとなっております。ただ先ほどより雲が多くなっており、黄金景色の雲行きが若干怪しくなってきてます。まだ日が沈むまでかなり時間がありそうなので、飲み物を取りに行きじっくりと待ちたいと思います。フリードリンクコーナーには引き立てコーヒーや紅茶、コーラ、カルピス等のさまざまな種類のジュース、緑茶、ぶどう、マンゴー、ゆず茶と、待ってました、生ビールです。というわけで早速生ビールを頂戴したいと思います。いや、これ無限に飲めちゃいそうです。つうかこんなところにも黄金景色がありました。これは何度見ても飽きないですね。まずは手前側の黄金景色と、実際の空はさらに微妙な感じになってきました。雲で隠れちゃって見えてないのですが、まだ日が高い位置にあるっぽいので、今のうちに館内施設巡りに行ってきたいと思います。まずはラウンジのすぐ裏にあるお土産コーナーです。静岡限定ものや西伊豆限定のお土産などもありました。乳銀水さんは9階に食事処があり、7階がフロントやショッピングモールやマリンカフェ、2階に大浴場があり、1階が室内プールやゲームコーナー、ラーメン屋さんなどがあります。エレベーターに乗ると目の前には超がつくほど長い吊るしびながあります。吊るしびなを見ているうちに1階に到着です。それでは行ってみましょう。1階フロアの配置図がありました。今は営業してない施設もあるみたいです。2階が一部吹き抜けとなっており、全体が見渡せるので一度上がってきました。左側には室内プールもありますが、夏季限定のようです。再度1階に降りてきました。こちらは夜営業のみのラーメン屋さんです。メニューはこんな感じになっております。ラーメンはシンプルなメニューです。ラーメンよりも飲み物の方が充実しています。最後の締めと飲み足りない方用のお店って感じですかね。続いてはゲームコーナーの方に行ってみます。なんか昔懐かしいゲームがたくさんありました。失敗したなと思ったこととしては、 UFO キャッチャーでお決まりのポトッと景品を落とすような動画を撮らなかったことが反省点ですね。次回旅館動画ではバッチリ撮りたいと思います。続いては無料の卓球コーナーです。卓球コーナーは階段を降りた先のフロアにあったのですが、元ディスコ&カラオケフロアに卓球台が置いてあるため、まるで大観衆の中で卓球をするような作りになってました。もし大勢で宿泊に来た時には、みんなでワイワイ卓球をして、さあいやちょれいと言って注目を浴びてみたいもんです。
もし突発的にそんなことを言ったら大受けするかドン引きされるかの2択でしょうね。あなたが同じことをして友人、ご家族、同僚にドン引きされないことを祈っております。さて、そろそろ日も沈む頃だと思うので急いで戻ります。外を見た感じではまだ日は沈んでなさそうです。ビールではなく、なんとか本物の黄金景色が見れることを期待して席に戻ります。完全に微妙な天候になっちゃってます。正直微妙というよりは完全にダメなレベルです。実は事前に天気予報で確認してたのですが、なぜかこの日だけ曇り予報になっていて、予報外れにわずかな期待をしましたが、ちょっと厳しそうです。気を取り直してビールのジンジャーエール割りのシャンディガフでも飲みたいと思います。って調子に乗るからもうひどいことになりました。いやー、少し曇っててもかなり綺麗です。もしこの日が快晴だったら黄金景色が見れたんじゃないかと思うと残念でなりません。またそのうち夕日動画リベンジを行いたいと思います。残念な気持ちをリフレッシュするため、夕食前に大浴場に行ってきたいと思います。大浴場は先ほども言った2階になります。こちらのお風呂は開放的な展望大浴場となっており、ガラス越しに堂ヶ島の絶景が一面に広がり、他では体験することのできない入浴が体験できるとのことです。では行ってきます。大浴場は撮影禁止のため、画像はホームページより引用させていただきました。最高の湯にいい景色でした。お風呂上がりに無料のアイスやドリンクもありますが、もうすぐ夕食の時間なので今回はカレーにスルーします。待ちに待った夕食の時間がやってきました。楽しみすぎて若干早足になってる気がします。受付の方に部屋番号を伝えると席まで案内してもらえます。席に着くまでに食事の説明などをしてもらえます。席に着くと目を引く美しい料理が用意されてます。手前から梅ジュース、香の物、日替わり3種のお作り、イカの山椒漬け、しめじのわさび醤油浸し、金目鯛の煮付けと紅はるかのグラッセ、ビーフシチュー、こちらが金目鯛のしゃぶしゃぶとなります。クラフトチーズ豆腐、サンマ昆布巻き、和牛とごぼうのしぐれ煮となります。この他にカラスガレイ西京焼きとセルフコーナーに白飯や炊き込みご飯、ご飯のお供やイワシのつみれ汁、磯のりの味噌汁などがあります。食事の一発目はビールといきたいところですが、先ほどのラウンジでビールはまあまあ飲んでるので、今回はいきなり日本酒を注文したいと思います。はい、到着です。銀水槽オリジナルの日本酒、本草酒波しぶきのとっくり大です。それではお疲れ様です。乾杯。セルフコーナーのご飯やお味噌汁の他に、揚げたての天ぷらを作ってくれるコーナーもありました。種類はナス、マイタケ、鶏天、さつまいも、エビ、かき揚げといった感じです。せっかくなのでいくつか頂戴していきます。そしてこちらがお茶やお水、イワシのつみれ汁とお味噌汁、炊き込みご飯に白米、その他お茶漬けのお出汁にふりかけなどがあります。待ちに待った夕食です。乳銀水さんのホームページに、伊豆は海の幸、山の幸に恵まれた食材の宝庫、お出しするお料理を温かいものは温かく、冷たいものは冷たく、季節に合わせて美味しくお召し上がりいただけるように提供すると記載されていました。ありがたいことです。また料理のポリシーもあり、銀水伝統の味と日本の枠にとらわれない新しいアイデアを取り入れた堂ヶ島ニュー銀水ならではのお料理をお楽しみくださいとのことでした。
じっくりとお料理を楽しませていただきたいと思います。こちらは金目鯛のしゃぶしゃぶです。お湯が沸騰したら野菜を入れて、金目鯛は軽く湯通ししてポン酢をつけてお召し上がりくださいとのこと。途中で燃料が切れてしまった時はスタッフをお呼びくださいとのお気遣いもありました。ビーフシチューに関しても固形燃料のおかげで常に温かい状態でいただけます。揚げたての天ぷらも塩と天つゆでいただきます。これもすごい美味しかったカラスガレイの西京焼きって読めない。調子に乗って白米と茶漬けまでいただきました。最後は洋梨ゼリーが出て終了です。最初から最後まで全部美味しくて大満足です。ごちそうさまでした。部屋に戻る前にフロントに寄っていきます。夕日が見れなかった時にもらえる1000円券が当日21時までの引き換えだったので、忘れないうちに交換しておきます。ちなみに購入したのはギバサ佃煮というご飯のお供です。朝食の時に食べたらとっても美味しかったので、これに決定しました。美味しい料理を食べてご機嫌のうちに今夜はちゃっちゃと寝ます。おやすみなさい。おはようございます。寝起きの声ってこんな感じかなと思って表現してみました。ちなみに私竹千代は高血圧なので、朝からおいっすぐらい元気です。つまらない話はこのくらいにします。目が覚めて外を見ると相変わらずいい景色です。この日はあまり雲がないため、一日ずれていたら黄金景色が見れたかもと思うと残念でなりませんが、西伊豆は3月が一番綺麗に夕日が見れるということなので、また3月ぐらいに可能であれば旅行に行って最高の夕日を動画に収めたいと思います。さてそろそろご飯の時間かな。前日あれだけ食べたのに朝から絶好調です。朝早く食事会場に来たのには理由があります。ただお腹が空いていただけではないのです。その理由は、朝食は自由席ということです。せっかくなら窓際で最高の景色を見ながら朝食が食べたいと思い、早めに来たつもりでしたが、かなり先客がいました。なかなかのつわもの揃いでしたが、なんとか窓際の席を確保することができました。ちなみに朝食はバイキングです。早速料理を取りに行きたいと思います。乳銀水さん自慢の朝食バイキングは、和洋約35種類のメニューがあるとのことです。ご飯もおかゆと白米、ふりかけ、お茶漬けも楽しめます。こちらは孫茶漬けといい、もともと漁の最中に船上で食べられていた漁師飯で、伊豆半島全域で食されている郷土料理とのことです。また揚げ物やおにぎりなどその場で作ってくれるものもありました。せっかくなのでおにぎりを作ってもらおうと思います。お一人様2個まで注文できるとのことです。おすすめの焼き豚味噌和えと塩ひじきをお願いしました。ご飯のお供もとても多いです。お米だけでも無限に食べれそうな勢いです。ちなみにこの右のギバサ佃煮を例の1000円券で購入しました。他にはマグロのお刺身やミニうどん、豚のチリソース和えや肉じゃが、イカ大根、コーンクリームスープやあら汁、ドレッシングなども豊富にあります。またパンの種類も豊富にあります。乳銀水さんおすすめの焼きたてクロワッサンはプレーンとメープルの2種類、その他食パンやフレンチトーストなどがあります。パンの隣にはタンナコーナーとしてソフトクリームと牛乳もあります。食後のデザートなども充実しており、ヨーグルトやところてん、カットフルーツやプリンがあります。ドリンクコーナーに関しても定番のジュースやフレッシュジュース、ほうじ茶や紅茶、コーヒーととても充実しています。名付けて竹千代スペシャルです。おにぎりにあら汁、サラダ数種類と肉じゃが、ウインナー、揚げ物、卵焼き、豚のチリソース和え、ナスの煮浸し、マグロのお刺身、温泉卵と朝から茶色系ばかりのカロリー爆弾です。あら汁にも金目鯛が入ってます。前日から金目鯛祭りで嬉しい限りです。当然あの程度で終わるわけないですよね。続いて孫茶漬けを作ってきました。その他プラスアルファのおまけ付きです。プラスアルファのおかげでさらにもう一杯ご飯が食べれます。
朝から絶好調です。食後のデザートも忘れずにフレンチトーストを頂戴しました。最後にプリンをもらってコーヒーを飲みながら景色を楽しみました。朝から好きなものをお腹いっぱい食べて幸せな朝食になりました。ごちそうさまでした。大満足な朝食となりました。あとはチェックアウトの時間までお部屋で美しい景色でも見ながらゆっくりしようかと思いましたが、このまま時間までダラダラしてても仕方がないので少し冒険に出ようかと思います。こちらのホテルのすぐ下には翼沢海岸というビーチが広がっていて、天然プールのように波が少なく穏やかなプライベートビーチ感覚で楽しめるとのこと。海の透明度も抜群とのことなので、先ほどの朝食のカロリー消費も兼ねて少しお出かけしたいと思います。この大自然な雰囲気に鳥の鳴き声が最高すぎます。冒険のしがいがあるってもんです。途中道幅が狭いところがあったり、沼地のようにぬかるんでる場所を手すりをつかみながら渡ったりと若干大変なところもありましたが、大自然の中で波の音と野鳥の声を聞きながら進んでればあっという間でしょう。どうやらあんな感じで落石を放ってくるモンスターもいるようです。つうか案内が遅くないかな。もうだいぶ海の近くまで来ちゃってますけど。新鮮な空気と早送り効果であっという間に海岸に到着です。冬なので今は肌寒いですけど、夏なら日中はここで泳いでから戻ってそのまま温泉に入ったりと最高の楽しみ方ができそうです。この大自然な雰囲気と波の音にとても癒されます。確かに海の透明度も抜群なのですが、少し時間が早すぎてまだ海に日が当たっていないのであまり綺麗さがお伝えできないのが残念です。少し周りを散策します。すみません、毎度のことですがこれがやりたかっただけです。それにしてもすっごいいい天気です。こんなに快晴ならこの日は黄金絶景だったかもなぁと未だに引っ張ります。というわけで海岸の動画も撮れたし、そろそろ戻りたいと思いますが、来る時はハイテンションなのであっという間ですが、現実に戻り振り返ると帰り道が超長い。これがもしゲームなら。こんな感じで戻るのも早いんでしょうけどね。ってアホなこと考えてないでちゃっちゃと歩きます。ようやく戻ってきました。朝食で摂取したカロリー以上を消費した気分です。ゲームで言ったら残り HP2 です。今更ですが、大浴場が2階にある理由って海から戻ったり室内プールで遊んだ後にそのまま温泉に行けるようになってるんですね。また洗濯機も用意されており、ここで水着などが洗えるのはありがたいですね。というわけで瀕死な状態の体力を回復するために7階のラウンジにエナジードリンクを飲みに行きます。早い時間から利用できてとても助かりました。無料のエナジードリンクのおかげで帰る前に体力が完全回復しました。というわけで今回の旅行を振り返ります。美味しい食事に最高の景色、おもてなしも素晴らしくとても癒される旅行になりました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回動画でお会いしましょう。お世話になりました。